ペンケースの表面はおしゃれなカフェの壁紙みたいな質感で、他にはないユニークなデザインです。部屋が割り振られているので、文房具を個別に収納できます。コレクションボックスみたいな感じなので、文房具を大切にしたい方におすすめです。今回はルンルンさんに10月発売の新作ペンケースを提供していただいたので紹介していきます。前回の動画ではルンルンさんの672ジーンズペンケースというデニムの質感をモチーフにしたボックス型の2階建てペンケースを紹介したんですが、今回は565ペーパーペンケースというモデルを紹介していきます。定価は税込み1790円で、ペンケースの中では平均的な価格帯かなと思います。本体のカラーバリエーションはホワイト、ブラック、グレー、ブラウンの4色がラインナップされています。自分は今回ホワイトをいただきました。外装の質感を見てもわかると思うんですけど、ペーパーペンケースという名前の通り紙のような質感になっています。封筒とか紙袋みたいなくしゃっと感のある折れ目が入ったデザインで、ペンケースではあんまり見ないような雰囲気でした。こちらのホワイトは色と相まってカフェの壁紙みたいなシンプルでおしゃれな雰囲気です。家の壁紙こんな感じですっていう人もいるんじゃないかなと思います。見た目はこんな感じの紙だったんですけど、本物のペラペラの紙が使われているわけではありません。素材は PU レザーというソファーやグローブに使われるような合皮が使われています。前回紹介したルンルンさんの672ジーンズペンケースやルンルンさんが販売している他のペンケースも全てこの PU レザーが使われているそうです。前回のジーンズペンケースもそうだったんですけど、同じ PU レザーでもカラーや加工法が変わるだけでこんなに雰囲気が変わってくるんですね。こちらのペーパーペンケースも実際に触ってみると、紙というよりかは本当に壁紙を触ってるような絶妙にしっとりとした触り心地でした。この折れ目がついててシワになっている部分は凹凸感があるので引っかかりも感じます。見てる人の中でなんか使っていくうちに破れちゃいそうって思ってる人もいるかもしれないんですが、見た目ほどやわやわな感じではなかったので、普通に使ってる限りはそういう心配もいらなそうです。ただこの引っかかりのあるしっとりとした質感とホワイトっていう色もあって汚れはつきやすそうな気がします。こういう汚れ問題は白の宿命なのでしょうがないとは思うんですけど、汚れが目立つのが嫌だっていう方はブラックとかグレーを選ぶのがいいのかなと思いました。他のペンケースよりも癖があるので、この質感は正直好みが分かれそうなんですが、個人的には他にないデザインですごくいいと思いました。これまでに販売されていた560レイニーや563ストーンなどアーチ型の他のカラーを持っている方でも新鮮な気持ちで使っていけると思います。ちょっと分かりづらいんですが、ファスナーと本体の間にはプラスチック製のパイピングが通っています。このグレーの色がちょっとだけ濃くなっている部分ですね。これは672ジーンズペンケースにもあったんですが、硬いワイヤーになっているので、カバンに入れても押しつぶされて型が崩れないように設計されています。ワイヤーで固定されているおかげで、ファスナーの開け閉めもしやすかったです。ファスナーはプラスチック製で、引き手はルンルンのロゴをイメージした OO のデザインが採用されています。こちらのファスナーのデザインは特許を取っているそうなので、このペンケースにしかない唯一無二の引き手みたいですね。こんな感じでストラップも付けやすかったです。中を開けるとメッシュの網網のポケットが1つ、2つ、3つ、4つのゴムバンドがついたペンホルダーが1つの計4部屋に大きく分かれていました。シンプルな外装とは対照に内装は結構複雑に入り組んでますね。最大まで中身を入れてみると、右のポケットには5本、真ん中のポケットに1本、左のポケットに3本、ペンホルダーに3本と新ケースが入りました。ペンホルダーの板と当たるんですが、一応左に4本目も入れることができたので、最大本数はペン13本とコンパクトな新ケースが入るという感じでした。ちなみにペンの太さは直径 10mm 前後のペンで統一して検証したので、細軸のペンだったらもうあと 1,2 本は入りそうです。ただ13本も入れると締めた時に結構もっこりとしてしまって、横から見るとサザエさんのエンディングみたいになってしまいました。上の方もくぼみができてしまったので、右を4本、左を2本まで減らして計11本にしたらだいぶ膨らみも軽減できました。小物も一緒に入れようと思うと、ペン7、8本プラス消しゴム、定規、コンパクトな新ケース、付箋くらいが収まりよく入ります。67にはペンだけでも20本ぐらい入ったので、それに比べたらコンパクトな容量になっています。ペンケースのサイズ感は縦幅が約 20.5 センチ、横幅が約 7.5 センチ、高さが約3センチとなっていて、実際に見てみるとペンケースとしては普通くらいか普通よりもちょっと小さめなサイズ感です。内装が複雑な分、ペンをたくさん入れるとかさばってしまうので、サイズと容量のバランスを考えたらめちゃめちゃ大容量っていう感じでもなかったです。ボックス型とアーチ型の両方を使ってみた感じだと、とにかくたくさんのペンを持ち歩きたい人はボックス型で、アーチ型はある程度の容量でしっかりと傷から守って持ち運びたい人向けなのかなという印象です。実用性はどっちも高いんですが、
誰でも使いやすくて万人受けしそうなのがボックス型。整理整頓してペンを傷から守りたい文房具マニア向けなのがアーチ型なのかなと感じました。どの部屋に何のペンを入れるか考えるのも楽しめると思うので、ここからは実用性を重視した筆箱の中身紹介をやっていきます。まずは左側のポケットから紹介していきます。蛍光ペンはゼブラの蛍光灯を入れています。こちらは蛍光ペン界隈の中でもトップ3に入るくらい有名なんじゃないかなと思うんですけど、やっぱり人気なだけあって使いやすかったです。ペン先にはプラスチック製の黒いサポーターみたいなのがついていて、強い筆圧がかかってもペン先が潰れにくいように設計されています。発色は強めで蛍光ペンといえばこんな感じみたいな、個人的には理想的な発色でした。色はイエローとグリーンを入れています。そしてもう一つ左のポケットに入れているのが緑のアルミウッド定規シルバーです。木の種類はブナの木で薄茶っていう名前で販売されています。僕最近知ったんですけど、アルミウッド定規って結構バリエーションが豊富で、このブナの薄茶の他に竹の木が使われた黒、アユースを使った濃い茶、ウォールナットを使った茶×茶、サピリを使ったグレー、ホワイトアッシュを使ったアイボリーの全6種類も販売されているみたいです。グレーとアイボリーは調べてみて初めて知りました。ペン2本と定規を収納するとややゆとりが生まれるくらいでちょうどいい収まり具合でした。次に真ん中のペンホルダーに入れているのがカランダッシュの849です。こちらはスイスで作られた油性ボールペンで、コーヒーメーカーのネスプレッソとコラボしたカラーです。現在ではバージョン6くらいまであるんですけど、それのバージョン3という紫のカラーを入れています。この真ん中の一本差しには直径 13mm のユニのジェットストリーム4 in 1みたいな太いペンも入るんですが、今回は取りやすさを考えてカランダッシュの849を入れています。849の直径は 8mm くらいでした。収まりも良くて刺した時にクリップが見える感じもかっこいいと思います。一本差しの上部はアーチ型のおかげでゆとりがあるので、全長 17.8 センチのペンテルの筆ペンも入りました。大体のペンはここに入れることができると思います。カランダッシュの849は軽くてしっかりとした書き味で結構書きやすかったです。ただ海外製インク特有のヌラッと感は多少感じたので、普段日本製の油性ボールペンを使っているっていう方は最初は慣れない感じがすると思います。次に右側のポケットを紹介していきます。赤ボールペンはユニのシグのデラックスを入れています。キャップ式のボールペンです。こちらは前回の67にジーンズペンケースの時も入れていたんですが、発色が良くてかすれも少ない有料ボールペンです。赤ペンに迷っている人にはめちゃくちゃおすすめです。次にパイロットのジュースアップ3です。こちらは黒、赤、青の3色が入った多色ペンです。ジュースアップ3も発色が良くて滑らかに書けるのでおすすめのボールペンです。もう一つおすすめなポイントが普通のジュースアップと同じ太さっていうところです。単色ボールペンのジュースアップとジュースアップ3で太さが変わらないのでコンパクトなペンケースにも収納しやすくなっています。個人的にも外で一番よく使っている多色ペンです。そしてもう一つダイソーの付箋とメモ用紙をクリップで留めたものを入れています。ダイソーのフィルムの付箋は100円で6色入っていてコスパも良かったです。ただこういうポケットに収納しておくとたまにペラペラめくれてきちゃうので、めくれ防止のためにセブンイレブンで買ったメモ帳をかぶせて無印良品のクリップで固定しています。67にもそうだったんですけど、ルンルンのペンケースはポケットが結構深いので、こういう風にクリップで留めることで取り出しやすいようにしています。メモ用紙も持ってると便利なので、こういう使い方はおすすめです。あとはペンケースのボリュームを抑えるために左右でペンが互い違いになるように配置しました。このペンケースを使ってみて容量がそこまで入っていなくても結構かさばりやすいと思ったので、収納するときはペンやクリップの位置がなるべく当たらないように調整してあげるといいんじゃないかなと思います。右のポケットにペン4本、左のポケットに薄い小物っていう収納法もいいと思いました。なんならこっちの方がスマートに収納できてますね。続いてペンホルダーを紹介していきます。一番奥にはラダイトの新ケース2を入れています。コンパクトな新ケースの中では定番の商品なので、文房具初心者から文房具マニアまでおすすめの新ケースです。ルンルンのゴムバンドにもぴったり入ったんですが、このゴムバンドの位置が結構奥の方にあるので、出し入れはしづらく感じました。2番目のペンホルダーにはペンテルのグラフセン4プロ 0.4mm を入れています。こちらは金属とラバーのコンビネーショングリップがついた定番のシャーペンで 0.4mm の書き味が他ではなかなかないような絶妙な感覚で書きやすかったです。0.3mm の繊細な書き味と 0.5mm の安定感がある書き味のちょうど中間っていう感じです。直径 9mm の細軸で握り心地は好みが分かれると思うんですが、個人的には欲しいものが全部詰まった理想的なシャーペンでした。ルンルンのゴムバンドに入れるとちょっと緩かったんですが、スルスル抜けてくるほどではなかったので、とりあえずはここに入れていこうと思います。3番目のペンホルダーにはパイロットのレグノを入れています。
S20 の一般筆記バージョンという感じで、書き味がしっかりしていて使いやすいシャーペンでした。ここに S20 を入れようか迷ったんですけど、残りの2本が製図用シャーペンだったので、バランスをとって一般筆記用のレグのを選びました。ゴムバンドの収まりも良かったです。4本目はクラフト A の MP203 カリンコブです。クラフト A のシャーペンといえば MP201 と202が有名で、その2本も書きやすいんですけど、201はグリップが滑りやすい、202は軸が太いっていう感じで、結構癖が強くて好みは分かりやすかったんですよね。一方で MP203 はデザインを見てもわかると思うんですが、癖が一切ないので、このクラフト A の3本の中では万人受けする書きやすさでした。グリップが若干太めなので、通す時に若干きつく感じたんですが、V 軸で固定したらいい感じに収まりました。ただ1個気になったのは、この外側のペンホルダーに製図用シャーペンを入れると、前のメッシュに引っかかることがあるんですよね。ペンの太さにもよると思うんですけど、取り出す時にはちょっと気になってしまいました。消しゴムは国用のリサーレプレミアムタイプです。こちらは人気の消しゴムなんですけど、固めの消し味で消しカスもまとまってくれます。使いやすい消しゴムでおすすめなんですが、消耗が早いのがデメリットで、自分が持ってるのも結構ちっちゃくなっています。こちらの565のペンケースだったら、消しゴムは下のスペースに入ります。ファスナーを最大まで開けないと取り出せないので、若干面倒には感じてしまうかなと思います。全部入れるとこんな感じで、ペン7本と小物が収まりよく入ります。この容量なら膨らみも抑えられていい感じにまとまったんじゃないかなと思いました。最後にこのペンケースのおすすめ度を表すとしたら、星10個中、星9個です。ペンを守れてデザインもおしゃれなペンケースだったんですが、新ケースや消しゴムが取り出しづらかったり、全体的に内装が混み合っている感じで、万人受けする使いやすさではないと思ったので、星9個にさせていただきます。個人的にはどっちかといえばマニアックなペンケースだと感じたので、文房具好きの方におすすめしたいです。使いやすさを重視したいっていう方には、前回紹介したルンルン672のボックス型の方が個人的にはおすすめできるかなと思いました。アーチ型とボックス型両方とも概要欄に購入リンクを貼っておくので、よかったら覗いてみてください。565のデザインおしゃれすぎと思ったらグッドボタンとチャンネル登録もよろしくお願いします。それでは最後までご視聴ありがとうございました。